やってしまった。今月の食費 4.5 万以内にできたかな。高温感衝動買いしてしまったよな。果たして今月の食費は 4.5 万以内に抑えれたのでしょうか。それでは動画スタート。一つ目の商品はこちら。赤身率 80% の豚ひき肉 1868g を税込み1663円で購入しました。100g あたり89円で、近くのロピアでは国産の豚ひき肉が 100g あたり税込み107円で販売されており、1868g 換算すると1999円となりました。差額は336円となり、コストコのお肉はやはり安いですね。豚ひき肉は仕分けもとても楽なので、コストコ初心者の方にもとてもおすすめです。2つ目の商品はこちら。サンキストのカラカラオレンジ 2.27kg を1098円で購入しました。今回購入した袋には10個ほど入っており、1個あたり110円でした。前回に続き、私のオレンジ欲に負けてしまい、再びオレンジを購入してしまいましたが、前回のオレンジより1個あたり35円も安く購入できたので、私の中ではとても満足です。ロピアでもオレンジは販売しておりましたが、コストコよりかなり小ぶりのオレンジが6個入りで税込み539円でした。グラム数の表記がなかったので、詳しい重さはわかりませんが、サイズを考えるとオレンジを買うならコストコ一択かなと思いました。3つ目の商品はこちら。長野県産カットしめじ 500g 入りを税込み298円で購入しました。こちらは石突きが除去されたぶなしめじが入っており、すべて食べれる量で 500g も入っています。さらにジッパー付きなので、そのまま保存できるのでとても便利です。近くのロピアでは石突きがついていて 250g のものが販売されており、税込み280円で500換算すると560円となります。差額は262円となり、石突きがついていると考えるとコストコのしめじはかなりお得に購入できたかなと思います。4つ目の商品はこちら。中野産えのき 600g 入りを税込み298円で購入しました。こちらは1株 200g の大きいサイズのえのきが3袋入っており、近くのロピアでは1株で税込み118円で販売。3株換算すると354円となります。差額は56円となり、こちらもお得に購入できました。一度に使い切るのは難しいので、我が家ではカットして冷凍しています。スープなどにもささっと使えるので、とてもお気に入りです。お次の商品はこちら。大玉卵20個入りを税込み598円で購入しました。前回購入した時よりも10円ほどお安くなっており、ロピアの元気玉と比べても微々たる金額ですが、コストコの卵の方がお得でした。この調子で少しでも価格が下がってほしいですね。6つ目の商品はこちら。ニュージーランド産のパプリカ6個入りを998円で購入しました。近くのロピアでは韓国産のパプリカが1個税込み215円で販売されており、6個換算すると1290円となります。差額は292円。パプリカ1個以上のお得となりました。パプリカは息子が大好きなガパオライスで主に使おうと思うので、息子の喜ぶ顔が見れたら嬉しいなと思います。7つ目の商品はこちら。キャベツ1玉を税込み98円で購入しました。こちらも前回に引き続きの購入で、量も味も鮮度も文句なしです。以前の動画でロピアと金額を比較しており、ロピアでは税込み215円だったので、
半額以下で購入できる最強の野菜だと思います。この価格帯が続くようであれば、サラダに困ることはなさそうです。8つ目の商品はこちら。ヌテレックスバタースプレッド 1kg 入りを税込み1078円で購入しました。こちらはトランス脂肪酸が含まれていないバタースプレッドで、体に優しい商品となります。我が家では朝食用のパンを焼くので、少しでも単価を下げるために購入しました。今まではコストコの無塩バターを使っていましたが、代用できるものはこちらで作っていきたいと思います。9つ目の商品はこちら。山木だしの素 1kg 入りを768円で購入しました。近くのロピアでは 4g51 パック入り送料 204g のものが税込み226円で販売されており、1kg 換算すると1108円となります。差額は340円となり、お得に購入することができました。だしをよく使う我が家にとってはありがたい価格です。他にも味の素の本だしがコストコでは販売されていましたが、こちらのだしの素の方がお安く購入できました。10個目の商品はこちら。マリドリガラスープ 200g 2袋入りを税込み998円で購入しました。近くのロピアでは 200g 入りのものが税込み571円で販売されており、400g 換算すると1142円となります。差額は144円となり、鶏ガラスープをよく使う我が家にとっては嬉しいお得感でした。調味料の購入に関しては、コストコで大容量サイズのものでも使い切れそうなものをお安く購入することで食費を抑えていきたいです。最後の商品はこちら。S&W ホールカーネルコーン12缶入りを税込み966円で購入しました。こちらは動画の冒頭で少しお見せした通り衝動買いしてしまいました。それではなぜ衝動買いしてしまったかというと、こちらは本来税込み2048円でコストコで販売されているもので、それが驚きの 53% 値引きされていました。夫婦で二度見して気づいたらカートに入れてしまいました。気になるロピアとの比較ですが、ロピアではオリジナル商品のつぶつぶコーンという商品が販売されており、185g が3缶で税込み279円でした。こちらは固形量として1缶あたり 145g ほど入っており、それに比べてコストコのコーン缶は1缶あたり固形量が 263g も入っていました。固形量合計が 3156g もあり、ロピアのコーンを 3156g 換算すると2031円となりました。気になる差額ですが、なんと1065円。これは衝動買いした甲斐がありました。しかしながら通常価格時で比べると、ロピアのつぶつぶコーンの優秀さがよくわかる比較となりました。以上で今回の購入品の紹介は終わりです。続いては今回の購入した野菜を仕分けていきます。スムーズに作業を進めれるように、まずは包丁を研ぎます。研ぎ終わったのでパプリカからカットしていきます。ガパオライス用のパプリカ以外を一口サイズにしていきます。こんな感じ。パプリカは彩りもよく美味しいんですが、もう少し安くならないかな。こんな感じで一つ目の仕分けが終了。続いてえのきを仕分けていきます。今回は安かったので2セット買いました。えのきは冷凍後もばらけやすいので、かさ増しに使ったりスープに入れたりしています。今回は3種類のカット方法で仕分けてみました。
こちらが今回購入した野菜になります。えのきとパプリカはカットし、しめじはそのまま使えるのでそのまま冷凍保存。キャベツは日持ちするので野菜室で保管します。これらを2週間で使い切りたいと思います。続いて豚ひき肉を仕分けていきます。ひき肉の仕分けはカット作業がないのでグラム数を測ってサクッと仕分けていきます。冷凍保存するときにかさばらないように平たく伸ばしてラップで包んでいきます。下味冷凍する分についてはアイラップに入れていきます。こちらは晩ご飯用のガパオライス用のひき肉。今回の仕分け内容はこのようになりました。だいたい1週間分の晩ご飯になりそうです。続いては購入品を使った晩ご飯を作っていきます。今日のメニューは息子が大好きなガパオライスです。まず調味料を混ぜ合わせます。砂糖、醤油、オイスターソース、ナンプラー、ニンニク、乾燥ハーブを使った合わせ調味料です。玉ねぎは冷凍したものを使います。パプリカを切っていきます。今回は彩りを考えて赤と黄色を半分ずつ使い、残りは冷凍します。ごま油を垂らして豚ひき肉と玉ねぎを炒めていきます。冷凍玉ねぎから水分が出るので、その間に目玉焼きも焼いてしまいます。ひき肉と玉ねぎに火が通ったら、先ほど混ぜ合わせた調味料と刻んだ高菜爪を加えます。こんな感じで少し水分が飛んだらパプリカを加えます。食欲をそそる香りがたまりません。あっという間に出来上がりました。白ご飯の上に盛り付けていきます。色鮮やかでいい感じ。あとは目玉焼きをのせればガパオライスの完成。続いて今回の購入品の超目玉商品、ホールカーネルコーンです。中身はどんな感じでしょうか。上の方までコーンがぎっしり。これは本当に買って正解でしたね。コーンをキャベツにトッピングすれば本日の晩ご飯の出来上がり。続いて今回の購入品の金額と合わせて我が家の1ヶ月の食費家計簿を見ていきます。以前の動画で紹介した通り、1ヶ月の食費を 4.5 万という目標に設定してから買い物をしました。今回コストコで購入した食材はこちら。合計で9457円となりました。ここにロピアで購入したナンプラーと豆腐の金額466円を合わせます。さらに以前の動画で紹介したコストコ、ロピア、業務スーパーの購入品の金額33,072円を合わせると今月の食費合計金額は42,995円となりました。無事に目標達成です。常に電卓とにらめっこして計算をした甲斐がありました。コストを抑えて栄養はできる限り取りたいという私なりの考え方でうまくやりくりできたかなと思います。しかしながらまだまだコストを抑えれそうな場面もあったので、引き続き 4.5 万円内に食費を抑えて投資することができたと皆様に報
報告できるように頑張っていきたいと思います。皆様からのコメントもお待ちしております。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。